こんにちは、書道家のしおりです。今日は臨書が早く上達するために必要な考え方と練習方法についてお伝えをしていきたいと思います。臨書というのは書道をする人にとっては、当然というかその鍛錬の基本的なものとして存在していると思うんですけれども、何も考えずにですね、ただただ練習をしていてもなかなか上達をすることができなかったり、あるいはいつも同じところで悩んでしまったり、そんなことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日はですね、その臨書をどういうふうに進めたらいいのかという考え方だったり練習方法についてお伝えをしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい。では、その考え方と練習方法に入る前に、その臨床についても少し触れていきたいと思います。臨床は何のためにするのかということをですね、改めて、今回は4つにフォーカスをして、少しお話ししていきます。まず、臨床の目的1つ目が、古典の美しい線と形を体に覚えさせるということになります。臨書の多くの見本というのは古典の書をベースにしているものになると思うんですね。この古典の書というのは、例えば有名なところで言いますと、王羲之の書というものがあると思うんですね。ではなぜその古典の書の形だったり線の質というものを体得するべきかというところもあると思うんですが、やはりですね、これは長い歴史の中で多くの書道をする人が見本にしてきたということがありますし、多くの人たちがその字を美しいと認めたということにもなると思います。そんな字の形だったり線の質というものになりますので、まずはその目的の一つとしては、そういった字の形だったり、その線の質ですね、そういったものを覚えさせる、体にですね、インプットさせるために臨書というものがあるというふうに考えられると思います。そして2つ目が筆使いだったり呼吸、リズムといった目に見えない技術を学ぶということになると思います。書道に限らずだとは思うんですけれども、目に見えるその書いていく文字というものがあると思うんですが、その背景にはですね、目に見えない技術というものがたくさん含まれているんですね。それが今お伝えをした例えばリズムだったり呼吸とか、そういったものになると思うんですね。例えば横画一つにしても抑揚があると思うんですね。まっすぐな線ではないというところが書道だと思うんですが、それは起筆で筆を入れた後にですね、ちょっとスピードを上げて送筆を引いていき、収筆でそのスピードを受け止めて筆をですね、まとめて離すというような、そういうもの、目に見えない感覚的なものがたくさんその書道の中には含まれていると思うんですね。そうしたことを臨書で字の形だったり、線の質というものを学びながら養うためのものが臨書でもあるということになります。そして3つ目が文字を通して美意識だったり感性を磨くということになります。臨書を続けていると美しい字、美しい線というものが何なのかという、そういう考えが育ってくると思います。これは例えば書道展をですね、初めて見に行った時というのはずらっとこのたくさんの作品が大きな会場に並んでいる中で、一体どれが美しいんだろう、どれが一番上手なんだろうというようなことをですね、思った方も多いんじゃないかと思います。かつての私もですね、そのような感覚で何を見たらいいのか全くわからなかったんですけれども、やはりですね、書道を続けていくうちに自分の中の美意識というものが育っていって、自分のそれは主観にもなるかもしれないんですけれども、この字が好きだなとか、この字美しいなというような、そういう感性というものが芽生えてきました。ですので臨書を続けていくことによって自分の中の美しさに対する価値基準のようなものも育っていくと思います。はい、では4つ目が自分の癖を修正するということになります。これは書道をするしないにかかわらず自分の字には癖というものがあると思うんですね。何も意識をしないで書いていると右上がりになってしまうようなこと、そんな方もですね、いらっしゃるんじゃないかと思います。ですが、この臨書をすることによって見本をよく見て、自分の字をですね、書いていくということになりますので、その自分の癖をですね、自覚をしながら修正をすることができるというのも臨書の一つだと思います。
この癖を直すということはですね、結構時間がかかるものだと思いますし、無意識に字を書いていても、なかなかその自分の癖にですね、気づくことができないというのが普通だと思うんですね。ですので、この臨書では自覚ができるということがですね、とても大きなメリットになるんじゃないかと思います。はい、ということで、ちょっと臨書について触れたんですけれども、臨書はですね、ただただ真似をするということだけにとどまらず、この古典の書からですね、字の形だったり、線の質というものも学ぶことができますし、自分の美しさに対する価値基準だったり、そういったものまで磨くことができるというものになります。ですので、書道をですね、深く学ぶ第一歩にもなりますし、書道の上級者であっても臨書は欠かせないものなんです。はい。では続いて今回のタイトルにあります、臨書をですね、早く上達するために必要な考え方と練習方法についてお伝えしていきたいと思います。今回はですね、3つに分けてお伝えをしていきたいと思います。はい。では1つ目なんですけれども、漢字は点画の組み合わせであるということになります。例えば、この左という字ですね。点画で言いますと、横画、左払い、そして小さい横画に中画、そして最後も横画ということになります。このようにですね、漢字は点画で構成をされているわけなんですね。この左という漢字は比較的ですね、最初に習うような点画、基本的な点画になると思うんですけれども、もし苦手な点画というものがその字に含まれている場合ですね、そうするとちょっとそこに苦手意識というものが生まれるんじゃないかと思うんです。例えば漢数字の8の右払いのような点画はちょっと難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれないんですが、そのようなですね、苦手な点画が入っていると、その箇所に差し掛かった部分でちょっとですね、苦手意識が出てしまって字がブレてしまう。結果的に字がうまく書けないということにつながってしまうこともあるかもしれません。ですので臨書するときにですね、一回一回字をまるっと書くということではなくて、その点画、苦手な点画を分解していって、その箇所をですね、うまく書けるように克服をした後に字を一文字書くという練習をしてみるといいんじゃないかと思います。はい。そして2つ目が、筆がどう動いているのかをよく観察するということになります。これはですね、例えば先生についていらっしゃる方、教室に通われているような方であれば、先生にですね、見本を書いていただくときに、どのようにその先生が指を使っているのか、その指と筆の関係性をよく観察するということがとても重要になってきます。というのは、見本を書いていただくときにですね、その先生が書いている字にとらわれがち、字をですね、追ってしまうということがよくあると思うんですね。そうすると、その字の形は覚えたとしても、自分だけで練習をするときに、やっぱりその先生の見本のような形にならないということがよくあると思うんですよね。細かく言うと、例えばその先生が書いている字の太いところと自分が書いている字が太いところ、その箇所がですね、違っていたりとかすることがあったりします。で、なんでそういうふうになってしまうのかという時に、よく見るべきポイントとしては、先生のですね、指のちょっとした力の入れ具合がどこなのかっていうところにヒントが隠されているんですね。なので、字を追わずに先生のですね、指と筆がどういう感じで動いているのかっていうところをよく観察していくと、自分が書くときにですね、再現しやすかったりします。私がですね、よくやっていたことにはなるんですけれども、師匠に見本を書いていただいているときにですね、それをじっと見ながらですね、この手のひらで同じようにその筆をですね、どうやって使っているのかっていうことをですね、よくやっていました。そうすることで感覚的なところをですね、自分になるべくインプットをして、自分で練習するときに再現できるような形でやっていました。これはですね、私の方法になるので参考程度にしていただければと思いますが、よく観察すべきはですね、字ばかりを追わずに、その指と筆の関係性ですね、そこをぜひよく見てみてください。はい、では3つ目なんですが、それはあとは自分に自信を持つだけということになります。いきなりですね、ちょっと精神論的なことを言っているかもしれないんですけれども、書道というのはその書く字にですね、良くも悪くも
自分の心の状態というものが出てしまうものだったりするんですね。ですので字を書くときにはですね、自分に自信を持って書くということがとてもですね、重要だったりするわけなんですね。では、どうやって自信をつけたらいいかっていうことになると思うんですけれども、それは先ほどお伝えをした1つ目と2つ目のことをですね、ぜひ、試しながら臨床を続けるしかないということにはなってしまうんですけれども、そのコツコツと積み上げたものというのが結果的にですね、近道になるというふうに私は思っています。よっぽどですね、天才的な方以外はですね、一度見ただけでその字をですね、全て再現できるということはですね、ないと思うんですよね。で、例えば、私はピアノをですね、子供の頃ずっと習っていたんですけれども、ピアノにおいてはとても好きでですね、1日2時間ぐらい平気で練習をしていたんですけれども、練習の仕方としては、片手で、右手で弾いた後に、左手で弾いて、そして両手で弾くということをですね、繰り返していたんですね。で、その片手ずつで、練習をする時間もすごく長くてですね、先ほどの書道ではないんですけれども、全く天才的な人とはですね、真逆で、一つ一つの音符を追いかけて、ピアノだとシャープとかフラットとかですね、いろいろあるわけなんですけど、その音符を見てどの位置なのかどの音なのかということを一つずつ、練習をしていてやっと、覚えられるような感じだったんですね。で、このことは書道とすごく似ているなというふうに感じているんですね。この音楽の音符というのは書道でいうところの点覚になるんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、先ほどですね、お話をしたように点覚、漢字をですね、分解をしていって点覚をですね、一つ一つ練習をしていくことで、最終的にですね、一文字完成して、それが失敗せずに書けるようになる。そしたら、その次のステップとして自分の個性だったり表現というところをですね、に取り組むというようなことを繰り返してきました。そういうステップに行くと、もうですね、その字を失敗してしまうんじゃないかっていう不安は消えて、安心な中で書くことができますし、それを乗り越えると自分の個性とかを盛り込むことができますので、楽しさみたいなところの感覚に行くことができると思うんですね。結果的にですね、その自信を持って字を書くことができるということになると思います。で、よくですね、その字を書くときにちょっとブレてしまったりとかすることがあると思うんですね。それというのは、やっぱり自分のこの心の安定がなかったりとかしたり、あるいはですね、ちょっと上手に書けるんだろうかっていう不安を抱えていたりすると、そういうことが起こると思います。ですので、先ほど1つ目と2つ目でお話をしたようなことを土台にしながら練習を積み上げていただくことによって、こうした自信というものが生まれてくるんじゃないかと思います。はい。ということで今日はですね、臨書が早く上達するために必要な考え方と練習方法についてお伝えをしてきたわけなんですけれども、この早くというのはですね、結果的に近道になるんじゃないかと私は思っているんですね。例えばですね、点覚をですね、分解せずに一文字書いてたまたまうまくいったとしても、次にうまくいくかどうかわからないという状態で進んでしまうと、結局またですね、そのうまくいかなかったところに戻って繰り返していくということになってしまうと思います。ですので、やっぱり一つ一つ積み上げていくということが何よりも大切なんじゃないかなというふうにも思っています。で、また書道はですね、この情報型と言われている、SNS だったり、あるいはですね、テレビとかももちろんそうなんですけれども、自分から積極的に情報を取らなくてもどんどん入ってくるような現代だと思うんですね。そんな中で書道というのは自分と向き合えるとても素晴らしい時間なんじゃないかなというふうにも思っていますので、ぜひですね、この臨書がうまくいかなくて嫌になってしまうみたいなことが起こらないためにもですね、今日お伝えをしたことがですね、皆さんの参考になると嬉しいなというふうに思っております。はい、ではまたこのような動画を出していきたいと思っておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。